流されて。あいつと一緒に丸木橋を渡っていたら、背中を押されて谷川に落とされてしまった。落ちる途中で気を失ったくらいだから、かなりな落差があったはずだ。気がつくと、私は谷川を流されていた。あいつの罠にまんまとはまったわけだ。二人だけで山歩きしようなんて誘われて、のこのこ乗った私が愚かだったのだ。今さら悔やんでも仕方ないけど、まさか突き落とされるとは思わなかった。もう、私は流されてゆくしかないのだ。川はすでに谷川と呼べなくなっていた。流れは緩やかになり、幅も広くなっていた。水面に浮かんでも山並みは消えてしまい、川沿いに人家や看板などが見えたりした。水面に浮かんでばかりもいられなかった。空から鳥が急降下してきたりするからだ。どうも私の目玉を狙っているらしい。水中に潜れば魚につつかれたりする。縄張りというものが魚にもあるのだろう。時々川の底を転がったりもする。石ころに当たってあざができることもあった。お姉さん何してるの？水面に浮かんでいた時、声をかけられた。橋の欄干から男の子が見下ろしていた。あら、見てわからない？わかんない。私ね、流されているの。どうして？いろいろとあるのよ。わかんないな。大人になったらわかるわよ。あいつにもこんな時代があったんだろうな。大人になんかならなければいいのに。見えなくなるまで男の子は橋の上にいた。ずるずると私は流されてゆくのだった。警察官に不審尋問されたこともあった。おい、そこの君、何をしておるのか？慌てて川底まで潜って水を濁した。友達や親兄弟に説得されたこともある。同じことしてて楽しいの？流されてばかりいてはいけないぞ。一度くらい流れに逆らったらどうだ。無様な水死体のふりをしてやった。そんな風に私は流され続けるのだった。あいつの顔なんかもう忘れてしまった。夜、川に流されながら星空を見上げる。そんな時、ふと私は思ってしまう。どこまで流されたら川は終わるのだろう。いつまで流されたら海にたどり着くのだろう。もう十分大人になっているはずなのに。ちっとも私にはわからないのだった。